こんにちは。犬好きの皆さん、今日は、お家の可愛い犬に絶対に食べさせてはいけない食品11選についてお話をしていきたいと思います。意外な食品が出てくるかもしれませんので最後までご覧ください。チョコレート。犬たちにとって、チョコレートは美味しいが危険な食べ物です。チョコレートに含まれるテオブロミンという成分は、犬の体に影響を及ぼす可能性があります。テオブロミンは人間には問題ありませんが、犬の体では代謝されにくく蓄積されてしまうことがあります。チョコレートを摂取した犬は、神経刺激や心臓の異常、嘔吐、下痢、痙攣、重症になれば死に至ることもあります。チョコレートの種類や量によって症状の程度が異なりますが、どの犬種でも注意が必要です。犬の安全を守るためには、チョコレートを絶対に与えないようにしましょう。また、チョコレートだけでなく、カカオマスにも含有されていますので、カカオを含んだお菓子やアイスクリームなどを注意が必要です。チョコレートは非常にリスクの高い食品のため、犬には絶対に摂取させないようにしてください。アボカド。アボカドは森のバターと呼ばれるほど栄養価の高い食品です。高カロリーで高脂肪であるというのも問題の一つでありますが、アボカドにはペルシンという成分が含まれています。ペルシンは、アボカドの皮だけでなく、果肉にも含まれている成分で、誤って食べてしまうと、下痢や嘔吐そして膵炎の原因になると言われています。また、アボカドの種は大きく、ツルツルしているため誤って飲んでしまうことがあります。飲んでしまうと、喉を詰まらせたり腸閉塞の原因となります。そのためアボカドは高リスクなため、犬には与えてはいけません。玉ねぎ。玉ねぎは家庭では、料理によく使用される食品ではありますが、犬にとっては非常にリスクが高い食品です。玉ねぎには硫黄成分である有機チオ硫酸化物という成分が含まれています。この有機チオ硫酸化物は代謝され血液に入り、血管内の赤血球内にあるヘモグロビンを酸化させ、メトヘモグロビンに変化します。メトヘモグロビンが増殖すると最終的に赤血球が破壊され、酸素の供給ができなくなり、貧血、血尿そして腎不全などを引き起こすことがあります。これを一般的に玉ねぎ中毒と呼ばれるものです。また玉ねぎに含まれている硫化アリルが変化したアリシンなどは、殺菌性が非常に高く、胃壁を傷つけたり、腸内細菌を死滅させたりするリスクもあります。特に HK 型赤血球を持っている柴犬などは玉ねぎ中毒になりやすいとされており、特に注意が必要です。玉ねぎは、犬にとっては高リスクの食品です。これは加熱しても変わりません。犬には与えないように注意が必要な食品の一つです。エビ。エビは人にとって大好きな人が多い食品ですが、犬にとってはかなり注意が必要な食品です。それは特に生のエビです。生のエビには、チアミナーゼと呼ばれる酵素が含まれており、チアミナーゼによってビタミン B1 が破壊されます。それによって消化不良、下痢、嘔吐、食欲低下、神経障害が起こるとされています。また、人にも多くありますが、エビによってアレルギーを発症する場合があると言われています。一方で、加熱をすれば、チアミナーゼが分解されるので問題がないとされる意見もありますが、加熱後でもエビの成分が入ったものを食べさせた後に、下痢や嘔吐などが発症したケースがあるため、安心はできません。そのためエビの成分の入った食品は避けた方が良い成分となっています。もちろん個体差がありますので、問題ない犬もいるでしょうが、エビは犬にとって高リスクな食品のため生は絶対ダメですが、加熱がされていたとしてもリスクが高いと考えていただいた方が良いかと思います。アーモンド。アーモンドは犬にとってナッツ中毒を心配される人もいますが、ナッツ中毒になることはないと言われています。ただ身が硬く大きいため喉に詰まらせてしまう可能性があります。そのため与える場合によっては、細かく砕いてあげる必要があります。また成分として脂質が約 50% を超えており、高カロリーで過剰摂取につながりやすい食品であるため、糖尿病や高脂血症そして膵炎の原因となる可能性があります。アレルギーも心配する食品でもあります。さらに不溶性食物繊維が多く含まれていることで、消化管の弱い犬にとってはリスクが高いため排便に問題が発生する場合があります。アーモンドは毒性のない食品であるため、一粒食べたからといっても大きな問題になりませんが、犬にとっては高リスクな食品であるため、積極的に与えるものではないと考えます。そのため与える場合はかなり注意が必要です。ピーナッツ。ピーナッツはナッツとはついていますが、
豆科の落花生属に分類される豆の一種です。ピーナッツは成分の半分が脂質であることや不溶性食物繊維が多いことで、消化不良や下痢になるリスクが高い食品となっています。また脂質の多くは一価不飽和脂肪酸の一種のオレイン酸であり、大豆やオリーブオイルなどにも含まれるもので、犬にとっては有害なものではありませんが、食べ過ぎると膵炎の原因になる可能性があります。ピーナッツは犬にとって高リスクな食品ではないですが、積極的に摂取をして良いものではありませんので犬に与える場合は注意が必要です。牛乳。牛乳は人間にとっては栄養豊富な飲み物ですが、犬に与える際には注意が必要です。以前は栄養豊富な食品であったため、犬に牛乳を与えることは問題ないとされていましたが、乳糖不対症が問題とされることが判明しました。子犬の時には問題ないですが、成犬になるに従って乳糖不対症になり、牛乳に含まれる乳糖を分解ができないことが分かってきました。また、牛乳に対するアレルギーが発症する場合もあり、その場合下痢だけでなく、嘔吐、発疹、脱毛といった症状が出る場合があります。また、どうしても牛乳を飲ませたいと思った場合でも、体重 1kg に対して 1cc といった量を水で希釈して与える程度に抑えた方が良いとされています。そのため牛乳を与えることは控える傾向があり、乳糖フリーのものや犬用のミルクといった代替品を使用することが無難と思われます。牛乳は犬にとってリスクの高い食品のため与える場合はかなり注意が必要でしょう。グレープフルーツ。グレープフルーツは爽やかな酸味と甘みがあり、人間にとっては健康的な果物です。しかし、犬にグレープフルーツを与える際には非常に注意が必要です。特にグレープフルーツにはソラレンと呼ばれている成分が含まれています。ソラレンは摂取してから数日で嘔吐や下痢といった症状が出ます。ソラレンは皮と実の間の白い筋部分に多く存在していますので、通常人が食べる場合は皮を剥くため口に入れることは少ないのですが、食卓などでは皮がついたまま並ぶことが多いため、犬にそのまま与えたりするケースが考えられます。そうすると犬は皮ごと食べてしまうことで、ソラレンを過剰摂取して、ビタミン B1 欠乏症となるケースがあります。またグレープフルーツにはリモネンも多く含んでおります。リモネンは太陽光と反応すると、皮膚に火傷を起こす成分ですので、果汁が皮膚についた状態で散歩などをさせると、太陽光と反応して火傷を起こす危険性があります。また果実にはフラノクマリンという成分が含まれており、疾病があって薬などを飲んでいる犬の場合、薬効を阻害する場合がありますので注意が必要です。グレープフルーツは犬に健康リスクの高い食品のため与える場合は注意が必要です。蜂蜜。蜂蜜は天然の甘味料であり、人間にとっては健康的な食材です。しかし、犬に蜂蜜を与える際には注意が必要です。蜂蜜にはコツリヌス菌が含まれている場合があります。人間と同様、腸の弱い子犬や老犬にとっては害があり食中毒の危険があります。そのため摂取させないようにしてください。また蜂蜜には花粉が含まれているため花粉症を持っている犬にとっては花粉症の原因となるものです。さらに蜂蜜は糖分が多いため、過剰な摂取は肥満や糖尿病、虫歯の問題を引き起こす可能性があります。健康な犬に少量の蜂蜜をおやつとして楽しませることは可能ですけども健康リスクの高い食品となっていますので、注意が必要な食品となっているでしょう。イチジク。イチジクは甘くて美味しい果物であり、人間にとっては栄養豊富な食材です。しかし、犬にイチジクを与える際には注意が必要です。イチジクに含まれるフィシンやソラレンが犬に悪影響を与える可能性があるのです。フィシンはタンパク質分解酵素であり、口の中などを荒らす可能性があります。人間でも、イチジクに触れた指先が痛む場合がありますが、これはフィシンによるものです。またラテックスアレルギーを持っている犬の場合、イチジクに対してもアレルギーを持っている可能性があり、食べると胃腸や口腔内に炎症が起き、口内炎、よだれ、食欲不振、嘔吐、下痢などが起き、イチジクの樹液に触れただけでも、炎症を発生させる可能性があります。イチジクは一部の犬にとっては安全に摂取できるかもしれませんが、注意が必要な食材であることは変わりません。イカ。イカは海産物であり、人間にとっては栄養価の高い食材ですが、犬にイカを与える際にはいくつかの注意が必要です。まずは生のイカは与えないことが無難でしょう。生のイカには寄生虫のアニサキスがいます。それによって胃の痙攣や嘔吐などが発生します。
一切れ食べたからといって問題にならないかもしれませんが、消化能力の低い犬にとっては体調不良につながるケースがあります。またタンパク質を多く含むイカは消化に時間がかかり、部分によっては消化が困難な部位もあります。さらに、イカにはチアミナーゼと呼ばれるビタミン B1 を破壊する酵素が含まれているため加熱してあったとしても注意が必要です。過剰摂取をしてしまうとビタミン B1 欠乏症となり、食欲低下や嘔吐、目の瞳孔が開くといった症状のほか、運動失調、体の麻痺や痙攣、転換発作などの神経症状や心筋の肥大などが見られるようになります。特に、足元がふらついて上手に歩けないという症状で、昔から、犬や猫がイカを食べると腰を抜かす、と言われるものです。イカは犬にとって、非常にリスクの高い食品と言えるでしょう。与える際にはかなり注意が必要です。お家の可愛い犬を健康で長生きをさせるためには、食べさせてはいけない高リスクの食品を避ける必要があります。愛犬を長く可愛がるためには、普段の食事にも気をつけましょう。いかがだったでしょうか？この動画が気に入ってくれたなら、高評価及びチャンネル登録をお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。